ショファクトリーさんの赤ちゃんウォーターテンプ。はい、よし君、こんにちは。こんにちは。暑いですね。暑いです。はい。今日はですね、8月の30日、はい。11時48分、はい気温は34度。はい。はい。もう暑い暑いさ、みんな聞き飽きてるからさ。そうですね。毎も回うそれはデフォルトでやっていきましょう。はい。今日はですね、もう早速車の紹介させていただければと思います。はい。シルビア S15 シルビアですね。はい。はい。これを2台、紹介させてもらえればと思うんですけれども、久々やっと紹介できるかなっていう感じ。はい。多分前回紹介したのがあれいつだったかな。多分3、4、もう4、5ヶ月前ぐらいに、はい。スペック R のシルバーの7万キロぐらいのがあったでしょ。はい。覚えてる？ありましたね。そう。あれまだ売ってます。まだまだあるんですよ。まだあります。はい。はい。そっからね、1台も入ってきてないかもしれない。そう。もうやっぱり高かったりとか、程度がいいのが少なかったりとかしてて、はい。なかなか買えずでずっといたんですけれども、買えるときはね、なんかいきなりポンポンって買えたりして、はい。で、あれまだちょっと紹介できないんだけど、青いやつ。はい。そうそう。あれもね、入ってきたんで、はい。あれちょっとまだこれから作業、ちょっとやることがこれから、まだちょっとご紹介できないんですがっていう形で、なんかね、入るときはね、パンパンパンって入ってくるんですよ。はい。っていう感じなので、久々今日はシルビア2台、紹介させてもらえればと思います。はい。はい、この2台に関しては、まだホームページ、今日の段階ではまだちょっと上がってなくて、はい。で慌てて撮ってるような感じで、はい。でも最近例えばさ、あそこの 32GTR とか、はい。もう上げて2、3日で売れちゃったりとかもそうだし、はい。先にこっち、このマーク2も、この間動画で紹介したやつだけど買っていただいたりとか、白のチェイサーもそうだし、裏の 33GTR もそうだし、あと今日収めたシビック、池内のシビックタイプ R とかもそうなんだけど、結構最近ちょっと動きが速くてですね、でホームページ上はもうなんかソールドアウトばっかりになっちゃってる、状態になるので、はい。なんとかね、ホームページちょっとせっかく写真撮ってる子たちは上げていきたいんですけど、はい。もうヨシもで俺もなんとか今日ちょっと時間作れたんで、はい。もう慌ててちょっと入ってきた車はとりあえず撮ろうということで、はい。紹介できる未来を、紹介させてもらえればと思います。はい。なんで全部がちょっとまだ車の全容分かってない部分もあるんですけれども、そこはご了承いただければと思います。はい。先に車の内容をさらっとお伝えすると、こっち赤い方ですね。はい。これがですね、シルビアの、スペック S。スペック S ってことはターボ付きですか？ターボなしですか？ターボなし。はい、正解です。そうですね。シルビアのスペック S。年式でいうと1999年式、平成でいうと11年かの3月登録の車で、走行距離が11万4000キロ、ミッションは純正の5速マニュアルという感じでございます。社外品なり傷なり、いろいろに関しては後で説明しましょう。で、もう1台のこっちが、こっちもね、距離少なくて、こっちも同じく1999年3月登録の、こっちはスペック R エア。はい。スペック R ってことは、エンジンはですよね。はい。はい。で、ターボ付きの、車になって、はい。で、走行距離は9万7000キロ。はい。で、純正の6速マニュアル。はい。という形の車でございます。はい。で、2台とも、修復歴あり。食歴が。シルビアはね、事故車結構多いんで、しょうがないんですけど、はい。後で修復歴の場所も、説明していければと思います。はい。なんでちょっとこの2台を今日は紹介させてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあですね、まずこの、シルビアの方行きましょう。改めまして、シルビアのスペック S、G パッケージだったかな、ちょっと多分載せる頃にはホームページ出ると思うんで、はい。ちゃんとしたスペック S の確か G パッケージだったと思う、はい。だと思います。1999年式、3月登録、走行距離11万4000キロ、シフトは純正5速マニュアルの、修復歴ありという形になっています。カラーコード AJ4 のアクティブレッドっていうカラーで、はい。これオールペンじゃなくて純正なんですよ。純正なんですそう。で、この赤は結構珍しい。はい。と思います。はい。
これだけで映えるよね。やっぱスポーツカーはさ、青赤黄色は結構映える、でもやっぱりその結構さ勇気いるじゃん。まあ青俺乗ってるからあれだけどさ、はい、青はね意外とそんなでもないんですけど、赤黄色は結構勇気いるんですよ。確かに。そう、はい、だから多分新車で買ってる人もさ、やっぱり白黒シルバーが定番色になるわけじゃん。はい、絶対的にやっぱ数少ないのに、純正の赤っていうのはこれは結構珍しいんじゃないかなと思うんですよね。であとは、エアロに関しては、エアロが確か、これはなんだっけ、そう、エアロに関してはオリジンのエアロが、フロント、はい、あとサイドステップと、リアですね。リアバンパーかな、はい、ハーフじゃないね、これ繋がってるのね、はい、バンパーがついてるような形になってます。であとですね、これは純正なんだけれども、スペック S、スペック R のエアロ、こっちとだから同じなんだけどの、純正スポイラーが、ついているという形になっています。はい、これもねやっぱ純正品って価値があるというかさ、高いんですよ今買うと、はい、めちゃめちゃ高いんですよ。このパーツだけで。そう、パーツだけで。当時はでもそんなに人気なかったんじゃないかなっていう感じでございます。はい。でアルミホイールはアルバンレーシングの17インチのアルミホイールが入っていて、傷とかはね結構あるけどね。はい。という形と車庫帳がブリッツの車庫帳で落としてある。はい。という形に、なっております。で、あとはマフラーか。はい、マフラーに関してはね、メーカーちょっと分かんなかったんですけれども、はい、多分これね B フリーのマフラーでいいと思うんだよな。でもちょっと確証が取れなかったんで一応社外にしときますけれども、おそらく B フリーっていうメーカーの、マフラーがついているんじゃないかなと思います。はい、サイレンサーつけてあっても結構それなりに音するんで、はい、サイレンサー外したら結構爆音じゃないかなっていう感じですね。あとはテールランプか。テールランプが社外のユーロテールみたいなのが、ついている形になっています。だからなんか見た目はね、パッと見エアロアルミマフラー車庫帳、ちょこちょこっていう形で、いじったりという形の車ですね。はい、で、次は内装ですね。内装に関しては、結構ノーマルです。特に何もついてない。車外のナビかがついてるぐらいか、シートもノーマル、ハンドルもノーマルっていう形です。純正キーレス付きでございます。はい、こんな感じ。ロールバーも特についてないし、もう特段普通ですね。あれか、これがついてるぐらいか。はい。ハンドルはちょっとね、スレがあるけどね。という感じです。じゃあ続いてエンジンルーム。今日は早いよ。どんどん行くよ。どんどん行くよ。暑いからさ、俺らの体もそうだけどさ、カメラもダメになってるからそう、途中で止まります。途中で止まっちゃうからさ、はい、エンジンルームはこんな感じです。ほぼノーマル。タワーバーが入ってるぐらいか。エアクリもノーマルだし、フラッグとかも全部ノーマルだしっていう話なので、至って普通の感じです。なんで、察するにどっちかというと見た目重視な仕様ですよね。なんか LSD 入ってたりとか、なんかエアクリ変わってコンピューター変えてとかターボ変えてとかっていうのではなく、どっちかというと見た目重視で、真っ赤な中にかっこいいエアロアルミマフラーをつけて、乗っていたという感じです。ライトとかも結構綺麗でした。これ純正だからね。という感じでございました。じゃあエンジンかけてみましょうね。はい、修理はですね、サインっていうのはこの年代のスカイラインはとかもそうですけども、やっぱりここ出ちゃってるんで、これぐらいはしょうがないかなっていう感じですけど、そこここだけこっちとかは特段大丈夫です。
ライオンもないし。マフラーの音も聞きますか？はい。サイレンサー取ったらこれ結構うるさいと思うよ。多分うるさそうですね。ねそうそうっていう感じですけど、だから乗るならこれぐらいで乗っていただければと思います。であと期間系もまあエアコンとか、まあ、パワーウィンドウとか、はい。特段なんか異常なくエアコンもしっかりきますし、でもスポーツカーの紹介動画で説明してもさ、誰も求めてないあとこれ何も隠してるわけじゃなくてダッシュボード綺麗ですからね。そう最近さもう暑すぎて、はい。うちも全車こうやってタオルかけるようにしておいてさ、ダッシュボードめくれたりもそうだし、これね触ると分かるんだけど、はい。これ1枚引いておくだけで熱の温度が全然違うのよ。あでやっぱりダッシュボードだけじゃなく、まあ、いかに中の温度を、まあね、低く保つかっていうのが大事だからさ、はい。本当にこれ1枚だけで変わるんで、もっとちゃんとしたマットが車種によってね合うマットがあればいいっていうことありますね。で、よしもあれじゃん、前の車とか自分でやってたでしょ。つけてました。はい。やっぱ古い車必要だよね、はい、という感じです。はい。で、この車修復歴をお伝えすると、修復歴は後ろになります。この車の修復歴は、リアのバックパネルの交換と、リアのトランクフロア押されによって、修復歴ありになってます。見てもらうと分かるんですけど、ここですね、ここね、もうちょっとシールがねちょっと浮いてるんですよ、若干ね。ですね、わかりますか？まあ、これはヨッシーで見ても分かるでしょ。そうですね。ね明らかですね。そうそうそう、っていうのがあるので、まあ、修復歴ありという形になっております。こっちだけの交換だったら問題ないんですけど、まあ、下から覗いても分かるんだけどさ、ここのトランク、こうフロア、ここも押されてるでしょ、ぐにょってなってるでしょ、こっちなってないよね、これ、なので、修復歴ありという形になります。まあリアなので、そうそこには特段問題ないはい。ですけれども、まあ、仕上がりはあんまり良くないので、はい。見てもらっても分かるとおり良くないので、まあ、気になる方はもう一回修理してもいいかもしれないですけど、はい。まあ、見えない部分だからそこまで神経質になるんだったらやっぱり修復液なしを買った方がいいよっていう、まあ当たり前ですけど、ありよりなしの方がいいのは当たり前で、はい。まあ、ありの中でもちゃんと治ってるの治ってないのがあるんですけれども、はい。これに関しては、まあ、ちょっと後ろ走行に影響ないところではあるものの、はい。まあ、ちょっとまだそのままな部分もあるよね、もうちょっと手直ししたいよねっていうのが、こんなところかなと思います。はい。はい、あとはね、外装の傷はねほとんどなくて、はい。目立つところでいうとこれか、このギアスポイラーのこの塗装のハゲ、ありますね。はい。があったりとか、はい、左のリアバンパーのちょっと傷あったりとか、まあ、これぐらいかな。あとフロントバンパーも一部塗装、これクリアがこうパキパキって割れてる部分があるので、っていう感じなんですね。100点は今年の7月で切れてるんで、次買う人は新規で取り直しという車になります。はい、 OK ですね。はい。はい、ではですね、2台目いきましょう。2台目改めまして、1999年3月登録の、シルビアスペック R エアロ、スペック R なんでターボ付きのモデルです。シフトは純正6速マニュアルで、こっちは車検残ってて、来年の8月まで残ってる。走行距離は実走行で9万7000キロ。
はい。で、ボディカラーは、WV2 っていうカラーコードのスパークリングシルバーですね、これも純正の色になります。オールペンではないはい。です。でですね、これに関してはほとんどノーマルなんだけど、まあ際立つのはやっぱりアルミホイルです。SSR の18インチ、アルミホイル入ってて、で全体的にアルミの状態がめちゃめちゃ綺麗で、まあなぜならば、2020年だから、まだ買って2、3年ぐらいのアルミホイルなんですよね。という感じでございます。フロント 8.5？ 8か。そうだね。フロント 8J プラス29。はい。リアがそうすると 9J のプラス37っていう感じですね。の18インチ。多分そのままだとちょっと出る部分があるからこれ貼ってるのかな。ああ、そんな感じですね。ねはい。でもいいよね。いい感じにこう、セッティングされてるんじゃないかなと思います。はい。であとついているものは、ニスモの、サスペンション、はい。これはちょっと古いモデルのやつなんですけど、ニスモサスペンションが入っててちょっと車高が落ちてるという形で、マフラーはノーマルです。エアロもノーマル、純正はこのエアロにスペック R エアロのグレードなんで、この純正のサイドのプロテクターっていうんですかね、はい。これとこれがセットでついてるという形になっております。このエアロは、純正ですね。はい。でマフラーノーマル、こんな感じになってます。内装に関してはこんな感じで、ハンドル、水温メーター、ターボタイヤに、車外のナビ使えるのかな、どうでしょうね、っていう感じのものがついているはい。という形でございます。まあノーマルプラスアルファって感じだよね。はい。はい。次はボンネットですね。赤もノーマルです。何も変わってないっす。いじってるとこはない。そうだね。特段ないかな。ないです。はい。まあエアクリーンだか。ないか。見えない。ちょっとスポーツフィルターっぽいのが入ってるかな。いや、ノーマルかな。わかりません。こんな感じです。はい。っていう感じですね。で、やはりこちらも例外なく、多少やっぱここの錆が出ている部分があるという形で、左側はそんなに出てないかな。そうですね。ちょっとこううっすら出してるかなぐらいですけれども、こんな感じでございます。はい。感じですね。で、この車の修復歴は、フロント側になっていて、左のフロントかのコアサポート、これを交換してるんですよ。そうだね。インパでここは一回外して板金してあるかな。ちょっとここのシールとか違うもんね。ここですね。まあこっちは大丈夫。だからここのシールとか見てもらうと左右で違うんですけど。っていう感じでした。まあフロントのインサイドパネル、コアサポート交換、フロントのインサイドパネル、はい。右側の方がちょっとって感じかな、板金修正が入っている形に、なっております。ただまあストラットこっちまでは入ってないので、問題なくという形で、ございます。まあ、ちなみにこの車車検残ってて、自社のうちの名義に名義変更するときに30キロぐらい、自走で、テスト走行も兼ねて、しましたけれども、まあ、特段普通に走りは問題なしという形なので、まあ、何度も言うように修復歴ありよりもなしの方がいいんですけれども、まあ、なしの車がなかなか減ってたり、値段がめちゃめちゃ高かったりとか、しますんで、まあ、ありのを安く買ってもいいんじゃないかな。でかつ走行に問題がなければなおさらいいんじゃないかなというのが今のシルビアの中古車市場かなとは思います。はい。 OK ですね。はい。じゃあエンジン。
比べるとやっぱターボ車の方が回り方が遅いんですよね。でマフラーもノーマルなので、静かに、はい、ただ特段気になるような気温とかノイズとかは今出てないので、はい、そこら辺は安心してもらえれば。じゃあマフラー側も、純正って感じです。はい。そんなに多分回してなかったんじゃないかな。じゃあそのままと内装行くと、はい。いや俺ね今気づいたんですけど、今気づいたっていうか、はい、これがねよく動かなくなるんですよ。で例外なくこの車もこれさっきまで動かなかったんですよ。動くようになっちゃって。そう。多分また動かなくなると思います。結構ね動画撮影するときはなんかご機嫌良くなったりするんですよね。そのパターンじゃないかなと思います。はい。あとはこれですね。ヤシオファクトリーさんのオカちゃんウォーターテンプ。はい。結構レアです。なんかシルビアといえばなんかさその GTR とかだったらさチューニングするときはその例えばそうだな、俺だとマインズさんとかマインズとかめっちゃ好きだけどさ。はい。とかじゃあ RX7 だったら RE アメミヤとかありしてるけど、はい、シルビアだとやっぱ本当ヤシオファクトリーじゃないかなって思うんですよね。でこのウォーターテンプレーターがついてるという感じでございます。あとはターボタイマーがついてるぐらいかな。一応どちらまで行きますか。カロッツェリアこの型番だから日産純正扱いになるのかな、もしくは当時の日産純正なのかなのナビゲーション、ベースはカロッツェリアですかねのナビゲーションになっていて、6速マニュアル、あとは特段ここにあと確かねレーダーがついてるけど、これはもう液晶が焼けちゃってるからこれはあんま使い物にならないので、ダッシュボード綺麗です。日差しが強いから隠しておこう。でこれね追加メーターとかある車もねやっぱりこうやって隠しておきたいね。はい、こんな感じでございました。はい、この車も結構少なめで、はい、バンパーここはいサイドステップちょっとそのクリア割れがあり、これね擦れてる箇所があったりとかするんですよね。元色がさ多分シルバーだから余計に目立たないよね。っていうぐらいでした。はい、という感じの車でございます。どうですか。いや久しぶりにシルビア見たら久々見たよね。かっこいいです。はい。あとはこれがねどれぐらい残れるかはい、車屋さんだからさ売るのが仕事なので、そうですね、売りたいんですよ、はい、売りたいんですけどどんどん車がなくなっちゃってまして、なくなってます。で次仕入れてもさやっぱりそのままねパッとお店に並べられるような車がもうほとんどなくなってきてるので、はい、結構こういう綺麗な車は大事にしていきたいなっていうのは思うんですけれども、はい、多分あと1週間もすればホームページに両方アップすると思うし、もしかしたらこの動画が上がる頃にはもうアップされてるかもしれないので、はい、気になる人は、問い合わせしてもらえればと思います。はいはい、じゃあよしここまで、今日はシルビアの紹介でしたけれども、なんか質問あれば質問コーナーですね。一個気になることがあって、はい、マーク2とかチェイサーの乗せ替えってよく話聞くんですけど、はい、それはシルビアのその乗せ替えっていうパターンは結構あるもんですよね。はい、一緒の乗せ替え。シルビア。からマニュアルへと。シルビアのはい。そうだよね。そうですね。はい。マーク2チェイサーとかはさ、はい、
まあ、オートマで乗る人もたくさんいたわけじゃん、はい、要はセダンだからさ、はい、だからオートマ車もたくさん流通してて、まあ、マニュアル車もそれなりに流通してて、はい、まあ、オートマが流通してるからマニュアル乗せ替えるってもちろんあるんだけど、はい、シルビアはさやっぱ見た目スポーツカーじゃん、はい、だから当時は当然ながらマニュアルの方が多分たくさん売れてると思うんだよね、正確な台数は知らんけど、はい、でもいや言われてみればオートマからマニュアルに乗せ替えてる車はオークションに最近ちょこちょこ出だしてるかもしれない。ちょこちょこ、はい、うちでやったことはないか、あ、1回だけあるか、昔1回だけその、スペッカールでオートマからマニュアルに乗せ替えた車は、はい、販売したことはあるんだけれども、はい、それはねでも、結構ちゃんと静岡のショップでコンピューター組んで旅も変えてちゃんといじってた車なんでちゃんとチューニングされててよかったんだけど、はい、確かに、今後出てくるかもしれないです。今まではそんなに情け、そうだね、やっぱり今はマニュアル車が当たり前、スポーツカーであって例えばスーパーのシルビアだったらマニュアルが当たり前なんで、はい、まあ、マニュアルの方を買っていて、でオートマ車もたまに出てくるんだけれども、まあ、基本は入札もせずメモくれずっていう形で終わってるんですよ。ただいや確かに言われてみればオートマからマニュアルに乗せ替えているものもちょこちょこ出だしてるので、はい、もしかしたら今後、チェイサーマーク2みたいに、それはあるかもしれないです。はい、まあでもね何でも決してそれ自体が悪いってことじゃないんだけれども、はい、いつものようにとりあえず作ってきましたみたいな、はい、乗せ会社は注意しましょう、はい、っていうのだけ伝えて終わりましょうか。はい、はい、どうですか、回答として合ってますか、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですね。はい、じゃあそんな感じで、本日は久々にこの、S15 シルビア2台、NA のスペック S と、ターボのスペック R を紹介させてもらいました。はい、1999年3月登録なので両方ともね、ということは25年経過まであと6ヶ月7ヶ月ぐらいしかないわけですね。はい、はい、そういうことなんですよ。なるほど。なので、はい、早めに買買ってもらった方がいいと思います、はい、っていう動画でした。ありがとうございました。いや、よし君お疲れ様でした。お疲れ様です。でしたが、1個ですね、シルビアで伝えたいこと、そう、シルビアはですね、たくさんいろいろ、シルバーの方は結構整備記録も結構あったので、はい、追加でお伝えしようかなと思ったので動画を撮ってもらおうと思ったんだけど、そうだね、記録簿でいうと、まあ、この中にたくさんあるんだけどさ、はい、平成14年16年18年20年22年24年26272830令和2年令和4年と結構あるでしょ。あります。そうなんですよ。でそれがこの中にあります。はい、今なんか日産で全部やってあって、はい、まあこれが一番大きい整備だったかな。こんな感じで一応まあ個人情報も隠してあるからさ見せちゃっても大丈夫なんだけどさ、平成30年だから3年前だね。7万7000キロ、はい、今9万7000キロだから2万キロ前ぐらいに、まあ、エンジョイルエレメントとかと、まあ、マウントあとクラッチとか変えてあったりとかさ、はい、まあ、それに付随するパーツベアリングとかもそうだし、あとタイミングチェーン、はい、まあ、ここら辺まで書いてあるっていう形でね、これは結構大きなトピックスじゃないかなと思いますので、あえて追加で取らせていただいたという形でございました。何か質問ありますか？この距離でタイミングチェーン変えるものなんですか？いや、タイミングチェーンって基本的には変えるものではないんだよね、でもまあ変えてあるから書いてあるに越したことはないっすよ。しかも日産でやってるからね。まあね、ディーラーが全てじゃないけれども、はい、まあまあディーラーでやってれば間違いはなさそうっていうところはありますので、まあこんな感じでとりあえずメンテナンスノート3枚、他の記録簿にスペッキーという形でたくさん揃ってますっていうおまけ動画でした。ぜひご検討くださいませ。じゃあまた引き続きよろしくお願いします。はい、平成12年式アリスト、走行距離がまず6万キロ、ブレンボのブレーキ、TRD のマフラー、まあ多分200万ちょいぐらいじゃないかな。